ラリホー、つばく少年花子くん考察学園のキャラ声で、今回は最新話第78の回のあらすじを紹介しつつ、花子くんにそっくりな男の子の願いについて解説考察していきます。さらに双子の誕生日も判明したのでメモの準備をおすすめします。今回の動画には自爆少年花子くん15巻以降の話が含まれますので、ネタバレが嫌だ、苦手だという方はこちらでブラウザバックをお願いします。ネネとコウが入ってしまった赤い家。そこにいたのは花子くんそっくりな男の子。赤い家の謎と男の子については以前考察動画を作っているので、気になる方はそちらからご視聴いただけるとさらにわかりやすいと思います。そちらも確認してみてくださいね。二人の過去、悲しすぎる物語。赤い家にいる男の子の願いとは一体何なのか。赤い家は誰の家だったのか気になってると思います。それではレッツ花子くん考察。あらすじ。はじめに78の回について軽く説明します。赤い家の中に入ってしまったネネとコウ。ネネは男の子を連れ出そうとしてしまい、赤い家を怒らせてしまったネネは家のどこかへ連れ去られてしまいました。ネネを探すコウと男の子。コウは自分の願望を男の子に覗かれてばかりで不愉快になり、男の子にこう問います。お前の願いも教えろ。ゆぎつかさ。と。赤い家にいた男の子はつかさくんだったのです。そして78の回ではつかさの回想が描かれます。回想。赤い家の外で夏頃に3歳のつかさは家の外に咲いていたコスモスを抜いて何かの骨、化石のようなもの、セミの抜け殻やダンゴムシ、ビール瓶やジュース瓶の蓋の王冠、ミニカーをアマネの好きなやつと言って近くにいた猫も拾ってこれも見せようと嬉しそうに家の中へと入っていきます。階段を上がるとお医者さんがお母さんと話をしていて、そこには呼吸に苦しみ、つま先が青白くなっている3歳のあまねくんがいました。つかさはお花とあまねの好きなやつ、そして猫を一緒に遊べないあまねのために持って行って見せようとしていたのです。つかさは部屋の外でおとなしく待っていると会話が聞こえてきました。お医者さん、ですからお母さん、生まれつき弱かった循環機能を向上させようと、この子の体もお母さんも頑張ってこられましたが、残念ですがやはり今の医療では何とも。お母さん、もう良くはならないのですか？お医者さん、とにかく安静に、運動は控え、弟さんとももう遊ばせないように、それでもあと一月といったところか。あまねくんは生まれつき循環機能が弱っていて、心臓が疲れ果ててしまい、負担がかかり、身体や肺に血液をうまく循環させることができなくなってしまっているようです。寝ているあまねくんの爪の色が変色しているのは、循環機能の低下によるものの症状の一つと思われます。あまねくんの容体を聞いてしまったつかさ。持ってきたものを置き去りにして、猫と共にどこかへと行ってしまいました。そして月日が経ち、秋になり、あまねくんとつかさの誕生日がやってきました。1960年11月25日金曜日に4歳になりました。いい双子の日。この日が2人の誕生日だということが判明です。2人の誕生日をお祝いしたい方は動画を止めて忘れないようにメモしてくださいね。11月25、いい双子の日です。この時4歳なので、1956年11月25日生まれということになります。それでは話がずれましたので戻します。4歳の誕生日、この日、両親に祝われて写真を撮ったり、プレゼントに熊のぬいぐるみをもらったり、2人は楽しんでいました。豪華な食事を食べながら、あんなに苦しんでいたあまねくんが夢のように元気になり、奇跡が起きた。と喜ぶ両親とあまねくん。それを聞きながらつかさはあまねくんを押し倒し、あまねくんに質問します。あまね元気？
ねえあまね、俺のこと好きと、あまねくんは司に、当たり前じゃんと答えます。その答えを聞いた司は満足した笑顔を見せ、家のどこかからつかさくんと呼ぶ声に反応し、熊のぬいぐるみを抱きしめながら声のする方へと進んでいきました。声のする場所へと行くと、そこはおもちゃやぬいぐるみがたくさんある子供部屋。床にぽっこりと開いた穴があり、そこから声が聞こえていたのでした。その声は司を呼び続けます。つかさくん、お願い叶えてあげたよ。約束覚えてるよね。それなら対価を、代償を、煮えを。その声に司は、いいよ、あまね元気になったから、と返し、探しに来たあまねくんに会うこともなく、バイバイあまねとだけ残し、その穴の中に身を投じてしまったのでした。司を探すあまねくん。子供部屋の中にあった穴はなくなってしまい、司はどこかへ消えてしまったのです。そして回想が終わり、司はこうに、俺の願いはもう叶えちゃったんだよ。だから俺、ここから出たらダメなんだよ。ずーっとね。と笑顔で言い、78の回は終わりました。78の回考察。赤い家にいる男の子の願いとは一体何なのか。これは司があまねくんが元気になることを自分を代償に願ってしまったということです。司はあまねくんに生きてほしかったんですね。赤い家にいる司は今まで登場してきた乱暴な司と違って幼くあどけない表情で物分かりの良さそうな司くんなんです。おそらくこの家にいる司は4歳の誕生日に穴の中へ入ってしまった司であり、今まで登場した司とは別人なのではないかと考えています。この家にいる司はあまりにも性格がかけ離れているように見えるので、ずっとこの家の中にいたのではないでしょうか。ネネとコウが見つけた時も4歳の誕生日の日に着ていた服装のままで、プレゼントでもらったクマのぬいぐるみを目が取れそうになるまでずっと大事に持ってるんですね。そしてこの男の子には触れれて脈がある人間だとネネも言っていました。この家に閉じ込められまだ存在しているということと思われます。それでは今まで登場してきた乱暴な司は一体何なのか、司ではないのかが気になるところですよね。この話で分かったことは、この赤い家は湯木家だということ、2人の誕生日が判明したこと、そして今まで司はひらがなでしか呼ばれていませんでしたが、両親から司と漢字表記で呼ばれていたので、司の漢字は司、この漢字だということが分かりました。4歳の誕生日の後、何があったのか、今までのストーリーで気になる部分、矛盾した部分が出てきています。そちらについても次回の考察動画でご紹介しようと思っています。お楽しみに。それでは今日はこの辺で次回の花子くん考察でお会いしましょう。起立、礼。ご視聴ありがとうございました。バイビー。